ご視聴ありがとうございます。今回はニッチな話題で 2mm のヘックスネジを回す工具についてのお話です。自転車のブレーキレバーを調整するのに 2mm のヘックスレンチを使うのですが、ネジの角度が変な方向を向いていまして、普通の L 字レンチではこの作業がなかなかやりにくく、短軸側は差し込みにくいし、長軸側は刺さらない。長軸がボールポイントのタイプを使っても、このネジ回すのに地味にトルクが必要で何とも回しにくかったり、スペースの関係から一周する前にグリップに工具が当たりまして、差しっぱなしの連続作業が難しかったりと、今まで L 字レンチ使ってきましたが、悪くないけどベストな道具じゃないなと感じていました。で、この作業を楽にしてくれそうな道具を探していくつか試してみることに。用意したのがこちら。ビットとマイクロラチェットの組み合わせにドライバータイプが1つ、もう1つ見つけたのが L 字レンチのバリエーション、短軸側がボールポイントになったレンチです。まずはビットとラチェットの組み合わせから。試したラチェットはビムツールズと PWT さんのマイクロビットラチェット。ビムは15度オフセットの極小ヘッドが、PWT はヘッドの大きさはそこそこですが、ロッキングフレックスという特徴を持ちます。それに組み合わせるビットは、ビムの極低等と PB の 25mm スタンダード。それから、これはメーカーは不明ですが、エスコさんで扱いのある 25mm ボールポイントをそれぞれ試しております。この中では予想として、ロッキングフレックスの PWT に差し込みやすいボールポイントのビットが使いやすいかと思ってましたが、結果としては、ビムのハンドルに 25mm ビットが使いやすかったです。ビムのハンドルについてはヘッドが小さいので作業時にどこにも当たらないという単純な理由で使いやすく、ストレートにできる PWT さんのハンドルも良かったんですけど、ちょっとグリップに当たっちゃいまして、比べてコンパクトなビムのハンドルが使いやすかったですね。ビットに関してはオーソドックスなハイト 25mm のものが使いやすかったです。ビムの極低等ビットはネジへの差し込みやすさは素晴らしいのですが、小さいためラチェットへの付け外しがちょっとやりにくく、そのため自転としています。先端の形状については普通のヘックスとボールポイントの違いは使いやすさそんなに変わらずという印象を持ちました。ネジが小さなサイズだからというのも理由かとは思いますが、ボールだからといって差し込みやすいとも感じませんでした。というか普通のタイプ、ボールじゃなくても差し込みにくさを感じないという方が正しい表現ですね。この組み合わせで感じたネガとしては、締めたり緩めたりの調整にラチェット機構はやはり面倒ということです。回しすぎた場合はレバーを逆にして回して、で、また回しすぎたらもう一度逆にレバー操作してから回すとなりますので、反復作業というんすかね。こういった調整にはラチェット、ベストな道具ではないと感じます。ただ L 字レンチと比べた場合、ネジを何周も回すような作業ではこちらの組み合わせの方が楽です。またビットにラチェットの組み合わせは汎用性は高いと感じています。結果として車載とか持ち運びにはトータルで考えますとスペースの節約につながりますから、この組み合わせはいいっすよね。様々鑑みてストレートな L 字レンチに比べてこの組み合わせ気に入っています。続いてはドライバータイプ PB の製品です。ストレートのヘックスでは物理的に差し込めなかったため、先端はボールポイントを選んでいます。単純な形ですからお伝えすることも少ないのですが、 PB は仕上げが綺麗ですね。特段花みたいな部分は感じませんが、メッキは綺麗、グリップは握りやすくかっこいいと感じています。PB の製品は独特な匂いから敬遠する向きも見られますが、これは匂いの出ないスイスグリップタイプ。汚れのつきやすさは気になりますが、手にすると硬さというか柔らかさがちょうどよくて、とても扱いやすくて好みなグリップです。使ってみて、とても使いやすいですね。多分この用途にはこれが一番使いやすいです。ドライバー型はネジに差し込みやすいですし、回すのにトルク足りないっていうこともなく、すごくちょうどいい感じ。まだ次のアイテム紹介は残っていますが、もう言ってしまえば今回試した中で一番ストレスなく使えました。必ず角度がついた状態で回すことにはなりますが、バカでかいトルクがかかる作業ではないので、ネジ傷める心配はないですし、浮き上がって外れる素振りもありません。これは使いやすいですね。ネガは持ち運びには適さないってことくらい。
ちょっと自転車乗るかって時にこれ持っていこうとはならないです。しかしこの使用感の良さは素敵。お家でとか作業場でしっかりメンテするときはこの道具を使っています。最後がこれ。短軸が短い L 字のレンチ。特徴的な製品を多く展開するワイズさんのリピートレンチという製品です。先端は片方が辺曲げ、もう片方が角曲げで、交互に使うことで送り角が30度でネジを回すことができます。コンペにも似た製品はありますが、片方がボールポイントになっていることと、レンチが途中でねじれているのがワイズさんのリピートレンチの特徴。またこの小さなサイズ、2mm で短軸側がボールポイントの L 字って全然選択肢がなくて、それだけでも特徴と言って良いでしょう。使ってみて。目的だったレバー調整にはまあ普通な使い勝手です。一般的な L 字にレンチに比べてちょっと使いやすいかなくらいな印象っすね。短すぎず長すぎない先端がいいっすね。一般的な L 字レンチに比べて少し短いので取り回しはしやすく、またこれ以上短いと今回のブレーキ調整では障害に当たってしまい使えなくなります。絶妙な長さの短軸、これがいいっすね。全長がコンペに比べて長めなのも使いやすい要因かと思います。良い意味で適当というかフランクに使える道具だと感じました。ただドライバータイプで感じたようなめっちゃ使いやすいみたいな感想は持っておりません。ボールポイントがネジに差し込みやすそうとこれを試してみたのですが、先にビットで試した時と同じ結果で、ストレート側もボール側もどちら使ってもネジへのはめやすさは変わらなかったですね。使いにくくはないですが、あえてこの道具を選ぶこともないかなって感じ。それから今回の作業には関係ない部分ではありますが、角曲げ側がボールポイントというのは少し不思議に感じています。私の手持ちのものはストレート側が一般的な L 字のレンチと同じ位相なので、例えば普通の L 字レンチが使えないって時にリピートレンチ使うかとなってもボール側を使うこととなります。トルクを要する最初の緩め作業をボール側でやらないとなりません。この位相は時にはメリットになることもあるとは思いますが、普段は逆の方が良さそうに感じました。ちなみにホームページの写真では私のとは逆、ストレート側が角曲げとなっています。さて、いろいろと使い比べてみて、私はドライバー型を気に入りました。トルクが足りるならば、それからスペースが許すならば、この形は本当に使いやすいと感じます。道具の使用感については好みもございますし、めっちゃ器用な方はどれも変わらず上手に使いこなすのでしょうが、今回のように大した難易度ではない作業も道具を変えるだけで大きくストレスを軽減できることもあるっすね。用途は同じでも様々工具の種類はございます。皆様のおすすめ道具は何でしょうか？この作業にはこれ的なアイテムございましたら、ぜひコメントで教えてください。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。せや。